ポン1ってどうやって覚えたらいいの？こんにちは、ゼノです。今日はジョゼフの立ち回りを解説していきます。ただの立ち回りではなく、スポーン1を覚えていない時のための戦い方です。今映っているチャイナタウン、新マップがランク戦に来るかもしれないということで、ジョゼフにとってサバイバーの位置、カメラの位置なんかを覚えておくことは勝つためにとても大切なことなんですが、何もわからない状態で新マップのランク戦に行くと、初手誰も殴れない、カメラどこ？いや、これ負けるんじゃなんていう自分の未来が見えます。でも覚えることがたくさんありすぎるので、ランク戦に行きながら少しずつ覚えたい。だけど勝ちも狙っていきたい。そんな方の参考になればと思っています。それでは行ってみましょう。今回解説するのは、誰か一人を見つけてから写真を撮る後取りの立ち回りです。これから試合が始まっていくんですが、その前に編成を見てみましょう。祭司、機械技師、傭兵、炭鉱者です。試合に行く前に人格と作戦を軽く考えておきます。人格は上下で、特質は瞬間移動です。祭司と炭鉱者がいるので、スタン対策で怒りと檻の獣も入れています。次に作戦ですが、この編成で誰が一番追いやすいか、待機画面の時に考えておきます。今回は解読が早い機械技師か祭司が追いやすいので、その2人のどちらかを最初に見つけたいです。小舟の方で耳鳴りがするので探していきます。祭司がいました。1人見つけたので写真を撮っていきます。誰も殴れないっていうのが一番きついので、1人目を確実にダウンさせるために後から写真を撮っていきます。とりあえず1人見つけてダウンを取れれば初動は OK です。一応小屋も見ますが、いません。近くに胸像もなかったので、もうどこに誰がいるか分かりません。ここまでか。とはならないので大丈夫です。ここなんですが、一人だけだとあんまり負荷をかけられていないので、現実世界の暗号機の揺れを見て、写真世界から奇襲に行きます。暗号機のアンテナの揺れも見やすくなっていると思います。落ち着いて確認していきましょう。瞬間移動した先は機械技師。ロボットを破壊して時空残像が使えるようになりました。このまま機械技師を追っていきましょう。瞬間移動して1殴りで終わるところを強制的に2殴りにしていきます。このままいけばダウンする人、治療に行く人、追われる人、3人が解読できなくなるので、遅延をさらにかけていくために1人確実にダウンさせるのはとても重要です。瞬間移動は殴る人を増やすこともできるし、誰も見つからなかった時に初動を挽回することができます。ここでもう一度編成を見てみると、なんと祭司が救助されていると、解読が早い機械技師を捕まえてロボットも壊したものの、祭司は 0.5 ダメージ、機械技師以外はみんな健康状態ということになっています。解読の負荷がかかっていないので、ここから先は全体に負荷をかけることを大切にしていきます。負荷をかけやすいタイミング、救助の時を狙って健康な人に一撃を入れていくようにしましょう。救助された後は機械技師をトンネルしていきます。ここで写真世界に入られてしまいます。現実世界の椅子に座らせないと機械技師は飛んでいきませんので、崩壊するまでにできることをやっていきます。今回は本人をダウンさせることができたので、機械技師に近づきながら椅子に座らせていきます。そろそろ崩壊するので、機械技師のところへ急いで戻りましょう。負荷がいい感じになってきたので、健康な炭鉱者が救助に来るのか、立て直しを優先して機械技師は見捨てるのか、これを判断していきます。祭司の椅子に飛んで様子を伺いましょう。
この時シングルトレーニングで延々と瞬間移動する練習をしようかなと思っていました。妻子と傭兵がいたので担当者が救助に来ているかもしれません。戻っていきましょう。担当者とのやり取りなんですが、スタンを短くするためになるべく壁に近づいてスタンを軽減しました。担当者とやり合う時は障害物との距離を意識してみましょう。機械技師をトンネルできたんですが、担当者もダウンできそうなので追っていきます。椅子がすぐ近くにあるので担当者から釣って5割超えを狙っていきます。残りは3人です。作戦を立てたいんですが、もう耳鳴りもしちゃってるので、これは担当者の救助に来ていると思います。担当者を早く追わなきゃと思うんですが、写真を撮っていきます。撮った後でも十分に追いつけるので焦らず写真を撮っていきましょう。担当者をトンネルしたいところなんですが、この担当者は9を持っているんですね。嫌だなということで妻子にタゲチェンしていきます。妻子も担当者も1回座らせているので、どちらを捕まえても大丈夫です。最初に立てた作戦、誰が追いやすいかを考えて妻子のダウンを取っていきます。担当者は追わなくても写真の共像でダウンを取ることができます。写真世界の共像を守ればかなり負荷をかけられます。妻子が飛んで傭兵を見つけました。傭兵はちょっと追っていくのが大変なので、ダウンしている担当者を見つけに行きましょう。時空残像を使って索敵していきます。傭兵は船のゲートの方に逃げていきました。なのでそちらにカメラが向くようなら傭兵がいる、それ以外の方向を向くなら担当者がいるということになります。細かくパラパラして探していくと、ちょうど船の方を向いたので、この向きに担当者がいるはずです。板の端に足が引っかかってくれたら追えるかもしれない。無理でした。諦めます。船の担当者は強いし、チェイスに時間がかかると解読がどんどん進んでしまいます。ここで次の作戦、通電されないように暗号機を守っていきます。担当者は起死回生を使っているので、写真世界を使ってダウンさせていきます。座らせた後、現実世界の傭兵を見つけて4釣りを狙っていきたいと思います。揺れを確認したら飛んでいきます。担当者のダウンを取れたので起き上がることはもうありません。ゆっくりと傭兵を探しに行きましょう。また時空残像で探していきます。耳鳴りがして時空残像をしますが、向いているのは担当者の方向です。でも耳鳴りがするということは担当者とは逆の方向に傭兵がいることになります。どんどん担当者から離れていきましょう。足跡を見つけて、これがラストチェイスです。ここのアスレチックは板と窓があって強いポジションなんですが、上下だったら時間をかけず追い詰められます。閉鎖空間があるので窓の読み合いを避けるために最初から封鎖をしていきます。隣の通路に入るなら時空残像で戻るだけです。自分が通った道をよく覚えておきましょう。これで勝つことができました。後取りジョゼフの解説いかがだったでしょうか。ポイントとしては、1人見つけて確実にダウンを取る、負荷があまりかからないなら瞬間移動で挽回、ダメージを与える場面で負傷状態をどんどん作る、隙間時間にできることをやる、これらを意識してみるといいかなと思います。スポーン位置は覚えた方が有利に戦えるし、損は絶対ないです。でも時間がないと思っているあなたの力に少しでもなれたらとても嬉しいです。ここまで見てくれて本当にありがとうございます。質問やわからないところはコメント欄、Twitter の DM にお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。